香港着きました。なんかさ、香港着いたんだけど、着いた瞬間からもうこんな開けてたっけ。荷物どこ？あっち？結構ね、こんな大きかったっけってびっくりしてる。前回の空港が割と小さめだったからもうすぐ荷物って感じだったけど、今回はなんかこういうソファーとかめっちゃあるし、私がこの前香港来た時 SIM の交換がうまくいかなくて危うくWi-Fi がなくスマホなし生活になりかけたあそこですね今から荷物をどのぐらいの時間で取れるかわかんないけど行ってホテルに向かう。なんか私のスーツケースのステッカーが1枚剥がれてたっていうか、めちゃめちゃ綺麗に剥がれてて、いつ誰が剥がしたのか自分で剥がしてはないわ。なんかどっかで剥がれた。怖い。ここに電車があるんだけど、ここに ATM があって、私はここで降ろしたクロン9流。これは成田エクスプレスと同じような感じでピューンって外まで行くやつなんだけど、結構混んでるよね。座れるかな、ね、満員電車なんだけど、この電車時間によってはすごい混んでるかもしれないけど、10分おきに来るから急いでない人は待った方がいいかも。やばい、激ヤバなホテルに来ちゃった。もう私ここに住んでるような気分です今。なぜかっていうと見てください。もう背景から結構やばいんだけど、これねドアがあってでこう来て、ここにベッドが2つあって、こっちはもう荷物置きに使った。めっちゃ硬い。大丈夫かな。こういう感じのホテルに今日から3日間泊まるんだけど、でもロケーションがめちゃくちゃいいの。ここのホテルはこの前泊まったホテルとほぼ同じ場所にあるんだけど、値段が3分の1なの。もうベトナムで散々休んだからどこでもいいやと思ってここにしたんだけど、こっちにもこっちにも窓があって、結構私的には場所がいいからね、もう若干音漏れが気になります。はいね、結構このホテル好きかもしれない。見て、ドアが開くんです結構危ないよねこれ。でも外どんな感じ？まあそんな高くないね。昨日サイゴンでお買い物してた時にここのお店に寄ったのね。ルエミシェ、ここのブランドのこの T シャツ、オーバー T シャツみたいな、このグラフィックがめっちゃ可愛いと思って買ってみた。あとこれもめちゃめちゃ可愛いの見て。ボーダーのパーカーで、ここの生地がちょっとジャージっぽい感じ、毛羽立ってる系。ここのブランドエイリアみたいな。でも今日はちょっと着なくていいかな。ここの街すごい好きで、落ち着いてんだけど意外と人いるし、ご飯も結構美味しいやつあるし、この前移動しやすかったからおすすめですよここ。お友達と合流して夜ご飯を食べに来たよ。この前香港に行った時に天津が食べられなかったから天津のお店に行ってきた。私たちが着いた30分後とか1時間後ぐらいに閉店で結構急いで食べた。でもこれもすごい美味しかったの。とにかく天津ってなんかちっちゃくていろんなものが頼めるのがすごいいいよね。こちらは鶏の足でございます。私これ初めて食べたんだけど、食べる部分がね意外と少なくてびっくりした。Let's eat this one. It looks like a mochi. Is this mochi? Yeah, mochi. Mochi です。I cannot explain the taste. 香港ではドリアンが有名らしくて、ベトナムでも人気なんだけど、ベトナムでは食べなかったの。だから私の人生初ドリアンこちらです。この鳥の足はフォンジャオって言うんだって。コラーゲンが多くてすごいトロトロしててゼラチンみたいな感じだった。味は醤油と砂糖がベースですごい食べやすかった。見た目に反して美味しいです。本物のドリアンを食べに夜市にやってきました。ジョーダンにはね夜市が結構やってて、香港自体もこういうストリートフードのカルチャーがたくさんあると。生のドリアンはドリアン餅と比べて何倍も匂いが強かった。
見てこの店。なんて書いてあるのこれ。とにかく信じられない量の服が売ってある。しかも結構伝統的な感じだよね。全部のビルがね結構古めなんだよね。私が今泊まってるホテルも相当古いと思うね。えチョコザップが香港に進出してました。まずこれね、コンビニで買ったんだけど、この水ね、この水をすごい久しぶりに見たなと思って買ったの。飲みやすい。なんか寝ながら飲めそうこれね、ヤンジーガムローっていうさ、マンゴーのデザートあるじゃん。これすらも食べきれなくて、これすらもここに入ってる。お茶につけた卵。これもいろいろあったから買ってみた。ちょっとまだお腹空いてるんで食べますね。はい。これまずエビ。これは絶対美味しいんだよね。冷えてても美味しい。じゃがいもの味がした。広東料理の野菜は絶対に加熱されてます。生の野菜食べる文化があるのってね、今日も改めて聞いてみたんだけど、やっぱりないらしい。だよね。私的にはこれは野菜っていう感じがあんまりしないの。って感じだよね。でも味はね、結構美味しいよ。ただ、食べるところが意外と少ないの。結構骨が多めって感じ。エッグタルトのエッグの味がする。おはようございます。今から朝ごはんを食べに行く。楽しみ。今から朝ごはんを食べに行きます。香港はタクシーが普通に日本と同じくらい高いので、やっぱり電車を使います。電車の線が 2,3 本くらいしかないから結構簡単に乗れちゃうの。香港に来て私が一番行きたかったのは昔ながらのレトロなチャーチャン店っていう香港のカフェ。日本の喫茶店と大衆食堂が合わさったような感じで、香港の街歩いたらどこにでもあるの。特に香港のミルクティーとレモンティーはイギリス植民地時代に広まった濃い紅茶文化を受けてるから味がすごく濃くて本当に美味しい。それが今香港のカフェみたいなところに来てて、こういう感じ、すごいヴィンテージな感じで、ここにめっちゃサインがあって、レストランこういう感じ。Hi! Hi! Hannah's bestie! And she gave me some present. シャノンちゃんがプレゼントをくれたから開封動画をね、撮ろうと思ったら店員さんにすごい話しかけられて、でも何言ってるかわからないからとにかく笑顔で乗り切りました私の旅行大体こんな感じで乗り切ってるね。見て、これめっちゃ可愛くない？このキャラクターの筆箱が私の中学時代にすごい流行ってて、なんかみんな持ってたので、これを枕にして寝てる子とかもいて、すごい羨ましいなと思いながら私は買わなかったんだけど、ついにゲットすることができました。これはドリンクホルダーなんだって。だからタピオカとかを買った時にこれを持って手で持たずに済むっていう、すごい画期的。しかもキーホルダーにもなるし可愛い菠蘿仔要俾把刀你啊！這個蛇 It's also really good. It looks really good. このボーローパオ、通称パイナップルパンというものが本当に美味しくて大好きなの。クッキー生地を乗せて焼くから見た目が日本のメロンパンに似てるんだけど、もっとバター感が強くて、中にバターが挟んであるものもあって、そっちの方が好き。私は日本で気軽に買えるように流行ってくれないかなって願ってるんですけど、あんまり流行ってないようですたまに売ってて食べてみるんだけど、香港のカリッとサクッとした感じがちょっと弱くて、これは香港でしか食べれない味なのかもしれない。このマカロニのスープも朝ごはんとして有名なんだって。マカロニがすごく柔らかくて、もうスープで食べた瞬間に溶けちゃうぐらいかなり柔らかくて、麺というよりも具みたいな感じだった。Is it true?
もうめちゃめちゃ心配してる。この動画編集してるの実は旅行から4ヶ月後ぐらいなんですけど、この時はクマがすごくニュースになってた時期で、今その話をしてる。この後トラムっていうバスに乗って移動したよ。このバスの2階に乗ると街の全部を見ながら移動できるから本当に好きなの。ビーフジャーキー系のお店が多くて、こういうお店に入ると大体試食できるの。甘辛い味付けが多くて、もう3個も4個もくれるからいっぱい食べちゃった。めっちゃ美味しかった。香港の街並みの中でもビルが特に好きで、色合いとかそれぞれの生活が垣間見える感じが好き。ビルの中にあるアートショップに行ってきたよ。ここのビルもすごい可愛くて、なんかステッカーがたくさんあるエレベーターの中にカフェとか雑貨屋さんとかがあるの。ここはジンとかカレンダーとかステッカーとかいろんなアーティストの作品があってすごい可愛かった。この後噴水が見える綺麗な場所に行こうってなったんだけど、行ってみたら閉まってるし、なんか暗くなったし、意味わかんない場所でタクシー降ろされて、もう途方に暮れてる状況です。でも上から見たマンションがすごい全部綺麗でびっくりした。もうすっかり夜になってきました。夜の香港は看板がキラキラしててすごく可愛い。今日の夜はワンタン麺を食べに行ってきたよ。香港ではワンタン麺がすごく有名で、その中でもこのお店は結構有名なんだって。香港駅とセントラル駅から徒歩圏内にある場所で、ミシュランのビブグルマンってやつにも何度も選ばれてる名店だそうです。このレモンティー香港ですごいよく飲んだ。美味しい。相席が多くて、私も隣の人と結構近かったんだけど、すごい親切に教えてくれました。これは多分牛肉の麺かな。卓上にラー油が置いてあってそれを追加したんだけど、このラー油が本当に美味しかったからみんな試してほしい。日本でも香港のワンタン麺食べたことあるんだけど、ここのワンタン麺はとにかくエビがプリプリでとっても大きかったの。はい、とっても美味しいです。なんか麺は日本の麺と違ってシャキシャキしてるっていうか、歯ごたえがすごいというか、ゴムのような、ゴムって言ったらなんか美味しくなく聞こえるんだけど、とっても美味しくて、なんか不思議な感触なの。今モンコックにいるんだけど、デザート食べたいなと思ってここ今ジョーダンのホテルの近くにいるんだけど、もう今結構、待って呼ばれた。ちょっと待って、行ってきます。呼ばれまただいま帰ってまいりました。現在の時刻0時を回るとしてます。あと15分で0時になっちゃう。ジョリービーっていうお店が香港だけですごいたくさんあるんだって。でこれはフィリピンのチキンのお店なんだけど、私のホテルの近くにあったから買っちゃいました。こんな夜遅くにさ食べるなんてどうなのって感じだけど、普段は食べないからいいよね。これね、みんな行った方がいいよ。すっごいいろんなとこにあった。
骨なしバージョンが美味しいっていうの聞いたから、ちょっと骨なし買ってみた。韓国チキンバージョンとかもあった。 BBQ みたいな辛いやつとかもあった。食べてみます。はい、乾杯。いただきます。待って、めっちゃ美味しい。食べ過ぎてるよね。もうこういうのばっか食べてるよ毎日。はい、いただきます。なんか今まで食べたことないエッグタルトの味がする。ずっしりしてるの。ちょっと重い。これ明日の服めっちゃ可愛くない？これもベトナムで買った。これもベトナムで買った。あ、全部ベトナムだ。じゃあ一旦切ります。バイ。おはようございます。私は香港のローカルっぽい雰囲気が好きだから、今日はそちら辺を見て最後に夜景。多分今日はいろいろ見れると思う。今日は一人で行動する。私は旅行に行くときは観光地よりもローカルな雰囲気を味わえる場所が好きなの。そこに住んでる人の感覚を感じれる気がするから。そういう場所に来ると旅行してるというよりも紛れ込んでる感じがする。それが好きなのかも。生活と商売と歴史がそのまま詰め込まれてる感じ。外から見ると少し古いし、正直綺麗とは言えないけど、積み重なりがすごく好き。ローカル中のローカルすぎて結構やばいか。種いつの2007年って感じ。お菓子もはや日本のお菓子すらないわ。じゃあちょっとすごい緊張するんですけど入ってみます。レビュー見たら割と外国の人もいるって書いてあったからちょっと確認してみる。みんな英語が1億ミリも伝わらないから本当に翻訳機も使ってる。来た。でも来た。伝統的なヤム茶のお店にやってきたよ。起源は中国の広東省で、昔広州やその周辺では茶楼というお茶屋さんでお茶と点心を一緒に楽しむ文化が広がったんだって。このお店はワゴン式のヤム茶が特徴で、店員さんがワゴンに点心を乗せてお客さんの周りを回っていくの。私が点心で見つけたら絶対に頼むのがエビのシューマイ。これは日本のシューマイとは違くて、皮が小麦でんぷんだから透明でもちっとしてるの。あとはカスタードマンも頼んだ。見た目は点心だけど中身は洋菓子っぽくて、広東料理とイギリスの文化がミックスされてる気がする。ヤム茶では急須に茶葉がずっと入ってるからお湯を足すことができるのね。でウーロン茶ってすごく味が濃いからもう何杯でも飲めちゃうの。それがすごい良い。これ何なんだろう。蒸してるやつ。マーラーカンも追加で注文してみた。もう一人で食べる分にはちょうどいいというかちょっと多いぐらいなんだけど、まあ食べきりますマーラーカオってコンビニで見たことがあって食べたことがなかったの。茶色い蒸しパンみたいなやつですごい美味しかった。絶対にお茶入れるとどこかでこぼすんだよね。勢いつけてキュッてやんないと絶対こぼれます私の大好きなケネディタウンに向かうためにトラムに乗ってきたよ。香港の中心街からも近くて海が見えるすごく素敵なところなの。この前行った時は曇りだったんだけど今日は晴れだから天気がすごく良くて夕日も見れるかもと思って。
あたりのリゾート地にすごいなんか雰囲気が似てる気がする。ホテルが連なってる感じとか。この辺りは香港の下町的な雰囲気とはちょっと違くて、旅行に来たような気分になる。欧米っぽい雰囲気があるかも。今からフレンチトーストが美味しいお店があるから、この前多分行けなかったの、閉まってたから、今回リベンジしようかなと思ってきた。で、見て、こういう路地がたくさんあって、私路地大好きだから、路地があったら路地を歩くようにしてる。こういうちょっと危ない水が来たことない。なんか公民会館的な机、これは。さっきミルクティー頼んだんだけど、大きいサイズ頼んだの。そしたらもうこんな iPhone ぐらい大きいの来ちゃった。これはフレンチトースト。大きいスペースに教室風の机が置かれていて、そこで自由に食べていいよっていう感じだから、すごい気軽に寄れるの。もうここのフレンチトースト本当に美味しかった。焼き目もついてるし、カリッとなってて、揚げたてが提供されます。フレンチトーストは絶対揚げたてがいい。でバターがかかってて、練乳もかかってて、もうとにかくめちゃめちゃ甘いんだけど、中にピーナッツバターも入ってるのね。これが日本のフレンチトーストとの違いだなって思うんだけど、やっぱりすごく美味しかったです。カロリー爆弾って感じが本当にする。旅行始まってからカロリーというものを一切気にしてなくて、普段の生活でもあんまり気にしてはないんだけど、私はこういうババッと作ったようなローカルフードが本当に虜になっているので、やっぱり食べちゃいました机も椅子もカラフルで統一感がなくて、デコボコな感じが私はすごく可愛く見えた可愛かった。今ケネディタウン歩いてて、こっちに海がたくさんある。で、この前私が香港に行った時に行ったトラムストアっていうところがあって、私のこのスマートフォンのね、この香港スターのシールを貼った場所なんだけど、見てこの光、もう今日めっちゃ天気良くて嬉しい。香港のお土産っぽいものがこのお店で買えるから、ちょっと見てみることにする。ここなんか酒井のり子さん、さすがにあのステッカーはもうなかったです。かわいいこれとか、もうもはやこれさ、日本じゃん海が綺麗すぎてびっくり。このお店頼んだら猫がついてきたんだけど、見てすごっ。ドットじゃない、タピオカ柄、めっちゃ可愛い。めっちゃリップついてるめっちゃ美味しい。歩いてたら休憩所と呼ばれるなんか机があったから座ってる。めっちゃ疲れた。移動手段が割と限られてるから結構歩くんだよね。海が見えるところに来たんだけど、私が想像してた500倍いいこの前ケネディタウン来た時はここ来なかったんだけど、見てもう海なの。ここになんか落としたら私も終わります綺麗、綺麗すぎる。
ことかもすごい綺麗。友達と来ても絶対楽しいと思う。なんかサンドイッチとかお菓子とか買ってもいいと思う。ここに座って、みんなここに座ってんの。ここ危ないよねちょっと。香港といえばやっぱり100万ドルの夜景って言われるビルとかネオンとかキラキラしたイメージがあるけど、私はここから見た静かな景色も好きだった。釣りしてる人もいるし、カップルもいるし、一人でぼーっとしてる私と同じような人もいて、あと友達同士で来てる人もいろんな人がいたの。でもみんなが同じ方向を向いて同じ景色見てる時間がなんか高かったんだよね。遠くのビルに住んでる名前も知らない誰かももしかしたら今これ見てるのかなとか思ったりして、好きな人に写真を送るのって結構ロマンチックじゃない？今これ見てるよって言わなくても伝わる感じがして、雲や海がゆっくり動いてるのを見ると時間が流れてるんだなって思うし、そうすると自分の悩みとか焦りとかちょっとちっちゃくなった気がした。トラムに乗ってる。なんかさ、香港のバスとトラムの違いちょっとよく分かってなかったんだけど、トラムはここに線路みたいなのがあるの。今カメラ落としたら終わりこれ。ジョーダンに来ました。帰ってきた。チムサーチョイっていうもうほぼ渋谷みたいなめちゃめちゃいろんな人がいるようなところで夜景を見ようかなって思ったの。ちょっと疲れちゃったからもういいかなと思ってジョーダンに戻ってきて、この最寄りでなんか食べようかなって思ってる。今 M&S っていうスーパーに来てて、ここイギリスのスーパーなんだけど日本にないのね。でなんかスーパーだけかと思ってたら服とかも結構売っててすごい。未だに香港のお金事情よく分かってないんだけど美味しそう。クッキー欲しい。香港は相席文化だから結構狭い店だとすぐ隣にね人が来ちゃうんだけど、こういうファミレス、香港式のファミレスとかだと結構席が分かれてるから、一人で旅行来てる人とかはこういうお店だと結構いいかも。今日は歩き疲れたからホテルの近くでご飯食べることにした。ジョーダンにもレストラン街みたいなものがあって、そこにあったファミレスに行ったんだけど、やっぱファミレスだと席が個別になってるからすごく落ち着きますよねこの焼きそばが醤油とオイスターソースが絡まったような味がして、これって香港でしか食べれない味なの。多分香港は11月が一番いろいろ動きやすいんじゃないかなって思う。めっちゃ気温が最高すぎる。本当に。私が買った伝統的なお薬を、薬なのかな、この2つ開けてみる。うわ、ちっちゃい。かわいい。これは私の大好きなタイエンです。私がさっきレストラン行ってて、その横にお店があって、このデザート系のお店があって、うわ、絶対食べたいと思って食べることにした。ちょっとあったかいやつなんだけど、冷めてるかもしれない。美味しそうでしょ？絶対美味しいこれ。一人旅でちょっとマイナスポイントって思うところは、ご飯が食べきれないということですね。これ私が一番嫌だなって思うところで、海外行ったらさ、胃袋が10倍ぐらいになるじゃん。食べれる量が限られてて、一緒にご飯を食べる人数が増えれば増えるほどいろんな味をちょこちょこ楽しめるじゃん。だからそれはね、やっぱいいなって思ったりする。あとすごい大きいご飯屋さんとか行けるじゃん。なんかさっき調べてたら、上海ガニの美味しいお店が結構近くにあって、でもさ、上海ガニ一人で食べ
るってどうなのみたいな。フレンチでコース料理を一人でいただくようなことはしたことがないので、ちょっと私でもハードルが高いなって思っちゃうのね。ごちそうさまでした。美味しかった。天気が最高すぎる。やばい。もっと早く起きればよかった。もう今日さ、疲れすぎて結構10時半ぐらいまで寝てて、今急いで朝ごはんを食べに向かってるところ。これがすごい美味しそう。このインスタントの麺をね、食べたかったの。多分これ牛肉かな。胡椒がめっちゃ効いてる。私が泊まってるホテルの道を真横に行ったらこの公園があったからちょっと歩いてみた。すごい可愛いこれ。レストラン行った時も思ったんだけど、結構みんな新聞を読んでる。香港の街を最後にお散歩してから空港に向かったよ。最後まで見てくれてありがとう。私はやっぱり香港の街並みが大好きだと再認識する旅になりました。みんなも旅行気分を味わってくれたら嬉しいな。じゃあ次の動画で会おうね。また見てね。花でした。バイバーイ。この前の旅行終わりに一蘭に行ったんだけど、それがなんかすごい楽しかったから、最後旅行の最後みたいな感じ。ちょっとカメラだから一蘭食べます。チザーキクラゲと、私ネギ追加して覚えないんだけど、なんか追加されてたから食べます。